あの、話変わるんですけど、なぜ人助けをするのが悪いのかっていうことを考えてた時に、ギブアンドテイクっていうのがあるなと思って、表面のことに関してはギブアンドテイクが成立していなくても、つまり自分がギブするばっかりになってしまっても、それほど支障はないと思うんですけど、中のギブアンドテイク、中のものをギブばっかりしてると、人って精神的に病むと思うんですね。例えば私は見えない世界の考え方を YouTube で皆さんにお話ししている。聞いている側は無料で聞いているわけだから、これは一点ギブアンドテイクが成立していないように見えるんだけど、まず今は収益化されてるので、表面上のギブアンドテイクも成立しちゃってるんですけど、でもこれ実はね、さほど重要じゃなくて、中のギブアンドテイクが成立してるからこそ、私はこの活動を続けられてるんですよ。中のギブアンドテイクってどういうことかっていうと、私が見えない世界の考えをみんなに話すじゃないですか。そうすると、聞いてる人がだんだん見えない世界の考え方になっていく。っていうことは、この世界がより展開に近づくってことだから、私の目的は、この世界を展開にするっていうことなので、私が今の考え方を話せば話すほど、これがギブだとすると、この世界が少しずつ展開に変わっていくっていうところがテイクになる。つまり、ギブアンドテイクが成立してるんですよね。だから私は自分が枯渇していく感じが全くしなくて、なぜかっていうと、中のギブアンドテイクが成立してるからです。発信者の人でギブアンドテイクが成立してるはずなのに、なぜか発信すればするほど自分が枯渇していく感じがするっていう人は、おそらく中のギブアンドテイクが成立してないんだと思います。確かに発信することによってお金を稼げてたら、外のギブアンドテイクは成立してるんですけど、自分の考え方を人にあげるばっかりで自分の中には何も返ってこない。そうすると、中のギブアンドテイクが成立してないから、発信者ってだんだん病むんですよ。自分の中がスカスカになっていって、自分を取られちゃったような感覚になる。じゃあ、どうしたらよいかっていうと、なぜ自分は発信するのか、意味付けを自分でするんです。なぜ発信するのか、何のために発信するのか、それを一旦明確にしてから、もう一度活動を再開してみてください。自分が発信する意味、目的が自分の中で決まっていれば、どんなに発信しても自分が取られる感じってしないですよ。だって、あなたが発信すればするほど、その発信の意味や目的が達成されるわけで、それがあなたにとってのテイクになるわけですから、ちゃんとギブアンドテイクが成立するじゃないですか。中のギブアンドテイクが成立しているか。これが発信者として長く活動を続けていく上で生命線になると思うんで、一度じっくり考えてみてください。